こんにちは、大輔です。今日はですね、フィリピンがさらなる緩和を発表しました。なんとですよ、8月から外国人の入国再開がなされるというね、こういうことなわけなんですよ。本日はですね、こちらの喜ばしいニュースに関して確認を皆さんと一緒にしていきたいと思います。今日の流れはこちら。丸1、入国の条件。丸2、観光客として行ける日はいつなのかというね、この2点で参りたいと思います。ちなみにですね、本チャンネルでは世界各国の渡航緩和の最新情報っていうのをできるだけ噛み砕いてお届けしますので、コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。僕もね、頑張って動画を撮っていこうと思います。それではまず、丸1、入国の条件。こちらをね、チェックしてまいりましょう。このニュースが発表されたのは7月17日になりますので、先週の金曜日ですよね。おなじみのフィリピン大統領報道官のロケさんからの報道なんですね。就労などの長期滞在ビザ、こちらをね、保有している外国人の入国をフィリピン政府として8月1日から認めようじゃないかとね、彼は発表したわけなんですね。でこの長期滞在ビザっていうものはフィリピン政府が発行するものなんですけどね、いくつかのね種類があるんですよ。ちょっとねこれチェックしていきましょう。外国人としてフィリピンに滞在するための方法っていうのはこちらのねいずれかになるものと理解しています。でこれらはフィリピン政府の公式発表としてねまとまった情報をね僕が見つけることできませんでしたが、いくつかのブログ記事にねまとめがありましたので、そちらを参考にしましてざっくり皆さんにご紹介をさせていただきます。今回のね入国の条件がどういうふうに絡んでくるのかっていうところを補足をしていきたいと思います。観光ビザ、こちらねビザなしっていうところも含むんですけどね、パスポート入国のみということですよね。あとは学生ビザ、就労ビザ、投資家ビザ、退職ビザ、結婚ビザ、永住権とね、こういったラインナップのねいろんな種類があるわけなんですよ。で今回のロケ報道官の発表を見る限りですと、この中のね就労ビザに限るか投資家ビザまで、含むかどうかっていうね、そんなとこじゃないかなと見させて、もらってます。こんな感じだったと思うんですよ。実際ねフィリピン政府がこのね緩和を発表するまでに、至った経緯なんですけどもね、例えばねこの柴犬がフィリピン政府、僕がね例えばじゃあこうしましょう。日本車を売る会社の経営者、フィリピンでね日本車を売る会社の経営者だったとしましょう。まずね政府がこういうわけですよ。いよいよパンデミックリスクが高まってきたな。このままだと3月20日から外国人は全て入国を禁止せざるを得ない。まずは1ヶ月間のみ、みんな辛抱してくれね。そして僕がね会社経営者の僕はこういうわけですよ。マジっすか。取引すべてリスケじゃないですか。仕方ない。もう耐えるしかないですね。でね、これ1ヶ月経つわけですよね。経った後にね、政府がまたね、こういうわけですよ。COVID-19、全く収まらないな。フィリピンはこれからさらなるロックダウンに入るしかない。ね、会社経営者の僕はねその発表をね聞いてこういうわけですよ。もう1ヶ月ビジネスはストップしてて、こっちは大赤字こいてるんですよ。なんとかしてくださいよ。ね。そうするとね政府がこう切り返すわけですよ。例外はなし。そんなことを言ってられる場合じゃない。これはフィリピンを、そして世界を守るためなんだよ。ということでですね、さらに、1ヶ月どころではなくて2、3ヶ月の月日が流れてしまうわけですよね、ここから。こうなってくると日本車を売る会社をね経営している僕の立場としては、フィリピンにね会社がある以上固定費もかかるし、人件費だってねリストラしない限りはもうかかってくるわけですから、もう会社の生産に入るかもう畳まざるを得ないという、そういうね瀬戸際に立たされるわけですよね。お金だけねもう出ていくわけですから、こっちから何かのね手続きをしようとしても入国もできませんし、そのためオフィスはほったらかしで、お客さんとも会話もね
せいぜいできたとしてもメールとかね、電話とか、そこに限られるわけですよね。そこでもうね、僕は思い立つわけですよ。こう経営者のね、立場として、もうこれはね、個人の力ではどうしようもないと。おーい、みんな集まってくれ。皆さんをね、集めるわけですよ。フィリピン日本人商工会議所のね、皆さん、各国経済団体の皆さんとね、集まってくれと。ね、僕はこう熱弁するわけですよ。まずは入国再開だと。これはもうビジネスを現地で再開しない限り、俺たち情熱を込めてね、広げてきたフィリピンでのビジネス、もう全てがなかったことになると。もうこうなったら俺たちの力でフィリピン政府に働きかけるしかないじゃないかみんなと。ね、こういうふうに働きかけをしてね、熱弁をしていくわけですよ。その結果ですね、その声が、政府にね、届きまして、政府が出した答え。こんな感じのね、ことをこの柴犬が言うわけですよ。もう私たちは、今となってはもう経済を開く以外に選択肢はない。もし、経済活動をもう一度ストップして、ロックダウンを強化していけば、ウイルスにかかって死ぬことはなくなるだろう。でもその場合は、ウイルスとはまた別の問題。経済的に生活が立ち行かなくなることで僕たちは死んでしまう。よし、こうなったらまずは8月からビジネス関係に限るぞ。ビジネス関係に限るが外国人入国緩和していこうじゃないか。これはフィリピンのため、世界のためなんだと。ね。こういうわけですよ。もうね、すいませんね。ざっくりすぎちゃって。こんな流れだったんだとね、推測されます。これは報道されてるやりとりではなくて、あくまでもね、僕の理解ということで、その点ご了承いただければと思いますけども、実際ね、どこまで緩和されるかっていうのは、今後注意をして確認していく必要があるんじゃないかと思います。あとね、結婚ビザだとか永住権をね、お持ちの方についても、実際に入国できるかどうかっていうのは、これ問い合わせが必要かなというふうに見させていただいてます。ちょっとね、はっきりした情報、エビデンスがね、見つかりませんでしたので、そこは要確認というところですね。で、以前、6月下旬にね、アップした動画の中でお伝えした通りなんですけど、フィリピン政府がですね、永住権保有者の入国緩和を、検討していこうじゃないかっていうことをね、報道というか、そういうコメントがありましたので、もしかしたら結婚ビザ、永住権をお持ちの方っていうのはすでにね、入国できるようになってるのかもしれないですけどね、ここはちょっと個別に確認が必要といったところだと思います。僕の場合はね、どうなんだっていうと、観光ビザです。いわゆるね、ビザなし渡航に当たるわけなんですね。すなわちパスポートのみで入国するという形式なんですよね。フィリピンはね、それでも30日までは滞在がね、できていたわけですし、必要であればね、それの延長申請もできていたので、普段であればこれでね、パスポート入国でも全然もうバッチリ、国内でプライベートのね、活動ができていたというわけなんですよね。しかしながら昨今この状況ですので、渡航解禁を待っているわけというわけでですね、この流れでちょっとね、丸2番、観光客として行ける日は一体いつなんでしょうという点、考察をしていきましょう。まだまだ先なように感じはするんですけど、なんとかね、年内には実現を願いたいものですよね。で、これをね、紐解く考え方について、紹介をしたいと思います。僕はね、めちゃくちゃこれシンプルに考えていて、入国時の PCR 検査体制、こちらはね、それなりのキャパシティを持てるかどうかっていうね、この一点に尽きるんじゃないかなと思っています。フィリピンの民間航空局の情報によりますと、ナイアですね、マニラ空港、こちらね、ナイアは現在毎日ね、追加300名の追加のね、入国者っていうのを受け入れることができるようなんですね。国際線の乗客収容できるということなんですよ。で、さらに、あとマニラ以外の空港でもですね、マクタンセブ空港、あとクラーク空港ですね、これらを合わせてさらに1500名を受け入れ可能ということですので、これをね、この数字を信用すると1日あたり4500名程度のね、入国が可能になっているということなんですよね。で、これは従来の1日あたりの入国者のごく一部に過ぎないものと思いますよ。日本の場合っていうのは
通常ね、日に8万人いたということが発表されてますけども、今現在ね、日本の PCR 検査数っていうのは日に6000程度しか稼げないということですので、なのでビジネス渡航者に限定をして、まずは緩和していこうじゃないかということなんですよね。なので、フィリピンもね、これ同様になるんじゃないかなと思っています。この検査体制を増やしていって、最終的にはね、観光客っていうのも部分的に受け入れていこうじゃないかということになるんじゃないかなと思っています。本日のですね、メインのご報告、以上になるんですけども、いかがだったでしょうか。実はね、このニュースに関してはすぐにチェックをしていたんですけど、ちょっとしたね、ストーリーがあったんですよ。先週金曜日のね、深夜に僕が寝ていたら電話が鳴ってね、出てみると僕の彼女が言うわけですよ。大ちゃん、ちょっとびっくりしないで聞いてねと。あなたフィリピンに来れるようになるわよと。ね。彼女が言うわけですよ。まさかね、フィリピンがさらに思い切った緩和をしたのかと、ね、僕は思ったわけですよ。で、結局ね、確認をしたら、長期滞在ビザに限るというね、今日ご報告した内容だったということが記事でね、確認できまして、一喜一憂をしてしまったとね、そういう週末をね、先週ちょっと過ごしていたという流れなんですね。それでも、まだまだ諦めずに皆さんと一緒にね、世界情勢をチェックし続けたいと思っております。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。